余計なことは言わないで直接干物を出しましょう。今回のストーリーを理解するには、まず次の簡易地図がわかります。はい、今回の地図は生きています。異なる時間濃度で、地図は絶えず変化しています。これが多くのプレイヤーが浮気をしていると錯覚している理由です。そしてストーリーに使われているので、潜在意識と現実の2つの線で説明しています。背後に隠された真実が見えなくなります。今回のストーリーは、すべての答えはゲームで見つけることができます。穴を掘って埋めないという問題はありません。次の風はみんなを連れて真実を探っています。ストーリーが始まったばかりで私たちはイーナスであった。NPC に叱られているグノノ。探検隊の隊長ノークの孫娘です。片時も暇になりたくない。しかし実際にはもっと重要な理由があります。今日は超新月の日です。スーパー新月とは何ですか？月は地球の周りで楕円形の運動をしているので、地球に最も近い点が現れます。スーパー新月は、月が地球に最も近いと同時に、偶然も新月だった。これはスーパームーンとも呼ばれています。幻冬は地球植民地の設定を使っているからです。ここでは直接引用します。グノノの音声によると、新月の日に、何か頭を突き刺して出てくるような気がします。ここは実は彼女の記憶のことです。でも記憶を取り戻すためには場所に行く必要があります。ここが今回のストーリーの目的地です。隕石が落ちた地、NPC の叱責を聞いて、多くの人が彼らに不満を持っているかもしれません。グノノはまだ子供だ。彼らの話は少し鋭い。しかしそれにも理由があります。グノノは川と一緒に探検しました。一泊二日消えた。帰ってきたのはグノノだけだった。親友を失ったのに、彼女は誰もいないようだ。記録にも記録されています。グノノが触手会と一緒にプレイするのを見た子供がいます。これはゾッとします。そうでしょう、ナルト。グノノはおじいちゃんの威信があるからこそ、何度も受け入れられるようになりました。しかし結局グノノは失踪した。グノノは逃げた後、ツールマンの主役がオンラインになり始めた。今ちょうど暇だから、あの子を探しに行こう。私たちは自分から子供を探す重責を担っています。今は海底決戦の後です。外ではアビスが横行している。戦力抜群の私たちだけがこの重責に勝つことができる。すぐにインナスの外で日誌を見つけました。でもまだ手を出さないうちにヤワツメ魚に奪われました。擬態設計の考え方に紹介されている。グノノと小川は軟体生物圏で影響力があります。タコは反響迫されて仕事を手伝ってくれます。金不要のバイト魚を略して。グノノはすぐに見つかります。ここでツッコミを入れてください。どうして私が捕まえたナンズメ王は、タコの肉を手に入れたの？グノノはコピーコップにスーパー新月をあげています。今夜はスーパー新月の日だ。今度を逃して、次はいつまで待てばいいのかわからない。逃したらどのくらい待てばいいかわかりません。地球上の理論によると、スーパームーンは19年に1回。この日はまだ特別です。グノノは追いかけてきた主役を発見した。小川と急速に逃げました。でも大丈夫です。彼女はアルバイト魚から送られてきた日誌を忘れた。今回のストーリーの論理ははっきりしている。何の溝もほとんど見つかりません。でも次は巨大な穴だ。この日誌はグノノの祖父ノックが残したメモです。段階的に解読しましょう。最初は砂漠の遺跡の宝物について話しました。通りすがりの子が手に入れてから、精神状態がずっと悪くなっている。最後は完璧に向かって墜落した。この宝物には人の精神に影響を与える能力があるということです。そしてマイナスのバフ。2段目の記録はルークがルフィの探検隊の隊長であることです。通りすがりの人には理由もないので、砂漠の宝物を相続しました。一人の人を困らせるにはまだ足りない。もう一つ背負い投げをしなければならない。よくやったとしか言えない。第3段落の記録には、ノックもやはり頭痛と不快感が出始めました。でも彼は何もしてない。年を取って体質が悪いと思っただけだ。4段目の記録は素晴らしいです。見た夢と啓示に従う。夢が示す。未来のある新月の夜に、巨大に存在する身体の一部は、隕石のようになって取り戻していきます。これでクスルの味がする。ここで簡単にクスルを話しましょう。クスルは神話システムです。怪物とも言えます。一般的にその説明は、タコの頭、人身、コウモリの翼を持つ巨人。昔の支配者の一人だった。ダライエの首とも呼ばれています。常に様々な文学作品の中で活躍している。イメージもかなり変わっています。彼らの能力はテレパシーを通して外界とコミュニケーションすることです。このセンサーで悪夢を見ることができます。強制的な思考、強い暗示などの作用が生じる。これらの症状はノックとよく一致しています。効果が全て悪いとは限らない。心の伝授で他人の術を伝授します。常人には理解できない知識もあります。例えばリノークはなぜ召喚法人を描いたのですか？クスルが夢の中で教えたんだ？あるいはクスールの啓示に従ったのか？クスルの存在について、ストレートに言えば高次元生物と捉えることができます。私たちの3次元空間よりも上に存在します。私たちはその存在を理解できません。その存在さえ意識できませんでした。有名なのは星の際のようです。このような存在は本当に説明しにくいです。すごいことを知っていればいい。話が遠くなったクスラーに興味のある仲間。関連資料を探すことができます。ここでは詳しくは述べません。夢の中に現れたシーンで、ノックに強い危機感を持たせた。隕石の落下はインナスを破壊すると思っていました。でも、そんなこと信じられないし、人生で2番目の愚かな決定を下しました。最初の愚かな決定は何ですか？道一号の遺品を継ぐ。宝物をインナスから遠ざける。なぜ彼は愚かだというのですか？ノックの本意はいい。しかし思いもよらなかった。この決定のせいで、9年近くコスールのために働いてきました。孫娘を傷つけそうになった。どうしてこんなことになったの？宝物だけではクスルを呼べないから。
召喚の法陣を描く必要があります。ノックが宝物をそばに置いていたら、彼は夢の中でまた法陣を描く。周りの人が気づくかもしれません。しかし、彼は宝物を偏僻な場所に埋めた。9年近く無駄にアルバイトをしても、誰も法陣の存在を発見できなかった。これは賢い人が間違っているのかもしれません。ノートの終わりにノックは遺品の座標を残した。今からストーリーが2つの線に分かれています。一本が主役のタイムラインです。もう一つはグノーノのタイムラインです。まずグノノのタイムラインを見てみましょう。グノノと川は洞窟の中に来ていました。前の影に大きなタコが漂っていることを注意してください。このタコは小さい川の一つの形態です。小川の存在形態には様々な種類があります。一つ目はゲノとの合体状態です。この状態はストーリーの終わりに現れる。二つ目は戦闘時の触手形態です。小さなハリケーンという武器を引いたのは知らないと信じています。三つ目は独立した個体を持つことです。キャガノがテニスをするタコの形。川について深い穴につきました。この時の穴には小さなタコがいますのでご注意ください。これは後から支援を受けなければならない。前に進むと、空間が変動した。そしてレンズは遠くの光景を切りました。ここの農産号を覚えてください。非常に重要です。この洞窟の後ろはクレーターです。実は入り口はクレーターにとても近いです。入ってから直行できます。でもどうして私たちはストーリーの中を長く見ていたのですか？これが今回のストーリーの真髄です。空間に合わせて揺れる。グノノは潜在意識の中に入って、思い出にはまっているとも言えるでしょう。彼女の言うことに気をつけて聞いて。一瞬の感覚。体が軽くなったようだ。体が軽くなった。この言葉は非常に重要だ。その後の主人公もグノノも体の説明で、現実か潜在意識かを証明するために、軽くなったのは潜在意識の中で、体の引きづらがなくなった。この時私たちは振り返って、元の穴にタコがいないことに気づきます。これはグノノが初めて探検に来た時。ここにはタコがいません。では、タコはどこから来ましたか？私たちは探索を続けています。農産号を覚えていますか？この穴は最初に開いたばかりの穴です。ただグノノの思い出の中で、穴は板で閉ざされている。このことをしたのは他の人ではない。グノノの祖父ノックだ。宝物を埋めた後、誰かがここに迷い込むのを防ぐために、彼はわざと板で封をした。この時は私たちの簡易地図が出る番です。今私たちがいる位置はここです。そして前は詰まったドアです。板の隙間からも中のシーンが見えます。でもいけません。グノノは迂回路を選んだ。それで川ちゃんに会いました。川ちゃんの本名はピシアスです。ここの名前は4つの四角です。この時小さな川を越えると、後ろに1つあることがわかります。グノノだけが通る密道。グノの身長が1メートル34に設定されているのには理由があります。彼女だけがこの穴を通ることができるから。制作班が残した地図エッグですよね。ここで終了するとストーリーが現れます。グノノの思い出地図には、穴に沿って出れば地図の秘密が見つかります。見たか？この時の交差点は全部開いています。ここは全部で4つの交差点があります。密室、クレーターに通じています。ノアの死の地とロボットの部屋。すべてのストーリーは後ろを回っています。3つの交差点の開閉が行われました。今回のストーリーが難しくて迷っているのは、交差点の設置以外にもシーンのデザインがあります。制作チームはシーンにモデルを作ったかもしれません。これは行くたびに違う光景になります。そしてあなたは迷った。よしストーリーを続けましょう。帰って川を見つけます。ピシアイトはグノーノを静止しようとした。でも衝動的なグノーノは忠告を聞かない。これは擬態ファイルにも紹介されています。グノノの欠点は衝動的になりやすいことです。これも川ちゃんがずっと心配していました。ちゃんと守ろうと決心しました。グノノはノークの日記に触れて隕石の落下を予言した。これは擬態ファイルにも記録されている。西暦2710年12月20日。隕石の疑いのある不明物が落水する。隕石は近くの海洋生物を狂わせています。巡回ロボットを狂って攻撃する。最後はぼやけた映像しか録画されていませんでした。尾行に記録がある。この隕石は生き物かもしれない。誰かが黒いものが動いているのを見た。これもノックが見た夢と同じです。巨大に存在する死体が隕石の落下に擬態している。宝物を取り戻すために。文脈が呼応すると気持ちがいい。グノノが最初に発見した開拓者に。本当に皮肉ですね。ノックは未知の人に一番触れたくなかったのはグノノだった。結局彼女は最初に走ってきた。前に行くと三差路に着きます。この時隣の別の道は閉鎖されていることに注意してください。石の後ろにノックが死んだ場所だ。でもグノノは知らない。彼女は別の道に沿って進んだ。ノックが残したロボットにすぐに触れました。ロボットの名前表示に注意してください。潜在意識を示しています。これは今のシーンがグノーノの思い出にあることを証明しています。ロボットはノックが警告を残した。これはその後のメモに記録があります。驚いたのは川ちゃんです。ロボットがノックチームのものだと分かりましたケちゃん。このロボット、あなたのおじいさんの昔のチームの。この情報で私たちは、グノノの年齢を計算してみましょう。ロボットはベラコインで印をつけて入れます。川ちゃんがロボットを認識できる説明はもう記事が始まっています。科学研究によると人類の最初の記事年齢は3歳から 3.5 歳です。それは誰かが持ち上げているかもしれない。1歳で記事にできる人もいます。では擬態ファイルを見てみましょう。これはピシアシュークが書いた作文です。彼女はグループで運動をしているとき、知っているグノノ。しかもテニスをします。1歳のグノノも川ちゃんもテニスができれば、それも確かに成り立つ。ロボットをここに置いた後、ノックは全部で101枚のベラコインを入れました。月に1回、つまり8年5ヶ月です。その後、隕石落下事件が発生しました。
川ちゃんと角ちゃんが探検に来ました。つまり川ちゃん初見ロボットが3歳なら、探検の時は11歳半でした。グノノは川ちゃんと同じ年だ。11歳半です。今では2712年です。だからグノの年齢はあと2歳になります。つまり13歳半です。これはグノノが設定できる最小年齢です。ロボットのメッセージは私たちに、本物のクスルとは何かを示しています。目で見ないでください。耳で聞かないでください。意識しないで前方の存在を理解しないでください。クスルは名状できない恐怖だ。これは場所がどれだけ危険かを表すようなものです。私たちは刀山火海、九死一生を表現します。しかしクスルは有名ではありません。言葉に表せない恐怖。それが国系の魅力かもしれませんね。続けて前へ。洞窟の奥にある。小さな川が触手に囲まれている。でもグノノの言うことには気をつけなければなりません。あら早く行かないと。グノノは川の前を歩いています。小さな川が触手に囲まれていると。グノノは隕石穴に入った。ここの現象は思い出に見られるものではありません。もしこの地元の道が戻ったら、そしてグノーの専用の密道を通って、クレーターに来ることができます。穴に沿って出てください。100% 誰も見たことのない光景が撮れます。これがグノノが見た映像です。グノノの意識が蘇ってくるにつれて、思い出のストーリーは終わりました。別のタイムラインに戻りましょう。主人公はノックのノートを手に入れた後、メモに記載されている場所に急いでいきます。そして3人の廃イカに遭遇しました。右の任務の紹介を見てください。競争な灰色のイカを示しています。これは擬態ガイルにも紹介されています。隕石の出現は海底生物を競争させた。攻撃的になりました。今回のストーリーは疑問が多いです。別の場所で答えを見つけることができます。これが今回のストーリーが素晴らしい理由だと思います。やっと穴を掘って埋められなかったんじゃないですか？廃イカを解決した後、後ろに小さな川の触手が現れた。これは川ちゃんが私たちを導いてくれています。小川には実体があることも示しています。穴についていきましょう。昏睡状態のグノーノが発見されました。折りよく彼女に会って目が覚めた。主役の言うことに気をつけなさい。ああ、タコの怪物に連れられてきたんだ。私たちはタコの怪物に導かれたのです。小川のタコの形でハンマーを手に入れました。困惑したグノーノに、主役は彼女の水中酸素装置が損傷したと言いました。その後、水中酸素装置が重要なストーリーになりました。タタは細部までよくやっていると言わざるを得ません。水中酸素装置は本当に酸素を作っています。首に小さな気泡がたくさん発生しているのが見えます。グノノと話して彼女はまた何が起こったのか忘れていたことを知った。グノノは魚としての潜在力があります。7秒の記憶が多い。そして主役はグノーノの甘い構成に耐えられなかった。仕方なく彼女と一緒に冒険することに同意するしかない。お願いします。今日はとても重要な冒険があります。ここの農産号を覚えていますか？このシーンでは、3つのモデルがあります。最初のセットはグノノが入り始めた様子です。穴には石も板もない。完全に開いています。2年前に川ちゃんと逃げた時にぶつかったんです。2つ目のモデリングはゲノの思い出の様子です。穴はグノノのおじいさんノックに板で封をされています。部外者のメニューを防ぐ。3つ目のモデリングは今見ていることです。石で塞いだ。私たちを他の地域に導いてくれました。これをするのは誰でしょうか？そうだ、小さい川だ。実際に擬態任務全体が意図的に誘導しています。思い出のコースを歩いてみましょう。残された手がかりを発見する。グノノに過去の記憶を取り戻す。そのことの全貌も知りましょう。でもこの石は見覚えがあります。最後に出て行った時に穴を塞いだようなものです。これはどうしたのでしょう？石の隙間から中のシーンが見えます。今回の制作チームは本当に心を込めています。石で交差点を塞いでいましたが、しかし同時に隙間を残し続けています。後ろに空間があることをプレイヤーに知らせる。2つの隙間があるとすればやはり手抜かりのせいで、全ての石に隙間があるのはわざとやったに違いない。簡単な地図を出してください。左の道に沿って突き当たりに出る。この時、2つの交差点は渋滞しています。グノノは小さな川を呼んだ。一番左の道を開けてもらってください。ここから小川の体が虚実の間にあることがわかる。石の裏から道を開けてくれます。グノノについてロボットのところに来ました。2年ぶりにロボットは廃棄されました。グノノは目の前のシーンを見て迷った。主人公が尋ねたところ、印象のない答えが得られた。ここから主人公の IQ と洞察力が見えます。印象がないという意味は見たことがあるということです。でも思い出せません。これも主役の疑いを引き起こした。グノノはついその日のことを話していました。主役は物事が簡単ではないことを意識させます。そこで自分からロボットをチェックしました。主役は記憶を失う前に必ず整理士をやったに違いない。イルミネーションが修理され、発電機械が修理されます。ロボットも修理できます。ロボットは鋭いものに乱暴に突き刺されていることに気づきました。でもここには文案の説明しかありません。ロボットの傷は見えません。どうやって壊したのか判断しにくい。ロボットのディスクにはノックの名前しか残っていません。主人公はグノノに証拠を求めました。ノックのノートを返しました。この時主役の心はまたホームズモードを開いた。グノノはまたメモの後続内容を親切に見せてくれた。見たいなら、ちょっと見せてもいいですよ。でも見終わったら交換してね。ノック核の精神状態がはっきりしていることを記憶しています。そして新月の夜に、この精神状態は映画作品の中では珍しくない。簡単に言えば邪神を信仰し始めたということです。人全体が消化し始めました。ノックはもうすぐ魂のアルバイト人生を始める。今でも誰かがここに迷い込むのではないかと心配しています。そこでロボットがここを守るように手配しました。私たちが点検したものです。この時から、ノックは繰り返しの夢を見た。
ログに記載されている虚実を証明するための鍵。映画を思い出しました。インセプション空間。夢は想像され操作されることができる。長く浸っていたとき、夢と現実の違いを曖昧にします。だから鍵が必要だ。現実と夢の区別をしています。インセプション空間で。主役の鍵はコマです。ノークが選んだ鍵の方が直接的です。古いベラコインです。これも安くなりました。目が覚めるたびにビラコインを置いて。夢で目が覚めた場所。置くと101回です。8年5ヶ月に及ぶ。日記を読んだ後。グノノは消えた。これはグノノが進んだ時です。見た地図。これは私たちが前進した時に見たものです。違いはグノノの音声にあります。隊員2番、いたずらするな。そう、すべては川ちゃんのいたずらだ。グノーノがクレーターに入った後、穴を封じました。だから密室への道しか見えません。この交差点の発光物体を見てください。あとも試験がありますよ。私たちは道に沿って下の密室に出た。ここがノックが夢で目を覚ます旅の場所です。儀式現場のように見えます。当時の宝物はこの密室にあったのではないかと思います。隕石は召喚されてきた。でも宝物にぶつかるとは限らない。しかも城の石柱は前に何かを支えていたようです。ここで石壁に刻まれた数字を見つけました。実は全てがナンツネウオの導きです。3本の手がかりが3匹のタコに対応している。床にノックのベラコインを見つけた。正しいパスワードを入力した後、暗号が日記を読めばいいです。この日記は比較的特殊だ。無理に言えば、これは日記ではなく月記と呼ぶべきだ。毎月新月の夜、ノックはここに来たんだ。1回の記録つまり1ヶ月が経ちました。最初の月、ノックは自分が安心できないからだと思っただけだ。埋められた宝物。ここの夢を見たんです。2月期目には疑いがありました。3月期目から夜のビデオを見始めました。結局自分は無有病していないことに気づきました。夜起きたこともない。でも夜はここに来ます。これは面白いですね。体がベッドに横になる。意識がここに来ました。これが魂の悟りじゃないですか。あっという間に6月期目の記憶になりました。もう半年も続いている。そこでノックは方法を考えました。ビラの古い貨幣で虚実を証明し始めました。101個のベラコインは具体的な時間ではありません。印をつけていない6ヶ月を加えて、つまり8年11ヶ月です。これがノックの本当のアルバイト年限だ。7回目の記録。ノックはこの方法を実践し始めました。ビラの古い貨幣は目が覚めて本当に消えました。ノックは夜は魂が出ているが、実体のあるものを持って移動することができます。そこで彼は防水の新しい日誌を買おうとしました。事実は彼が悪徳商人に騙されたことを証明した。このログは全然防水していません。信じられないなら今の姿を見て。そうです。その後発見されたバブルログは、ノックが用意した防水日誌。その後の日に、ノックは夢の中でここに来るたびに、彼は防水日誌に何かを書いています。でも夢が覚めたら忘れてしまった。夢の中に入ってまた思い出した。ここの記憶を封印したように。グノノに似ていますか？ 8 回目の記録。ビラの古い貨幣を見た。同時にログ帳が消えていることが分かりました。それは彼が夢の中で日誌を写したからだ。別の通路には、つまりノックの魂の死を発見した場所です。第9回、10回、第11回、第12回。どんどんここに来るにつれて、ノックの精神状態はもうおかしい。彼は精神科医にかかり始めた。しかし医者は彼が幻覚を起こしたと言いました。ノックはそうは思わなかった。なぜならベラコインはますます多くなるからです。19回目の記録になりました。ノックは自分の夢を記録してコインとログを書く以外は、材料を集めて埋めた宝物のそばに置いておきます。この時はすでに召喚用の法人を準備していた。ノークは隕石が落ちることしか知らない。隕石が必要だとは思いませんでした。彼が自ら描いた法人こそが召喚されることができる。アルバイト生活はまだ続いている。37回目つまり3年が経ちました。ノックはもう精神状態が悪い。43回目になって気づきました。自分で地面に何を描いていますか？実は召喚の法人を描いているんです。76回になってもう6年間無駄にアルバイトをしています。身体機能が急激に衰える。でも魂が出てからも立派な道具人です。98回目の記録。孫娘のグノーノの話をしました。彼女に接触が未知であるように忠告する。残念ながらグノノは聞けなかった。後ろはもう回数を覚えていません。しかしベラコインの数によると、最低でも8年11ヶ月は、ノックが死ぬまで、労働者から抜け出すことができませんでした。日記の最後は私たちに書かれた言葉です。誰かに見られるなら、夢ではなく現実だということです。早く離れましょう。実は私たちは今安全です。ストーリーはずっと怖い雰囲気を作っていますが、でも全ては川ちゃんのいたずらに過ぎない。どうしてこんなことになったのですか？ノックが書いた夢を覚えていますか？巨大な存在は自分の身体を隕石のように着陸しました。宝物を取り戻します。だからストーリーの時間では、宝物はもう取られた。グノノーの異常な原因は感情に触れることです。過去のことを思い出した。私たちの異常はピーピーが私たちに過去の真相を知る。川自体はすでにクスルの能力を備えています。しかし私たちには悪意はありません。だから主役が去っても蛇行になるのではないかと心配する人もいます。答えはできません。宝物はもうないから。ここのストーリーが終わったら、こんなことは二度と起こらない。すべては川ちゃんのいたずらだよ。なぜそう推測するのでしょうか。私たちの探索ルートはいつも川に手配されているからです。石に刻まれた文字を発見するように導きました。ノックが死んだ場所を見つけるように導いてくれました。これが彼女が手配したのなら、私たちが見ている光景ももちろん彼女が私たちに見せたいものです。日誌を見た後、やっぱり過去の投影が現れました。主役のここの状況は特別です。意識に影響を与えているのです。人の話をすると幻覚を起こす。そしてしばらくの間、
なぜ私たちが見ているのは無意識だけではないのでしょうか。私たちの体は本当に入り口に移ったからです。ノックが石壁に数字を刻んでいるのが見えました。ここのシーンモデリングにも2セットあります。1セットは刻まれていない数字です。もう1セットは数字が刻まれています。幻覚に導かれて密室から出た。意外にもノックがきちんとした服装をしていた。魂が出てきて鍵交換機能があるようですね。バイトは作業服を着なければなりません。ここのシーンに注意してください。覚えておいてください。発光物体を覚えていますか？石に阻まれてしまいました。左のクレーターの穴も塞がれています。私たちのルートは再び小川に手配されました。ノックログの通路にしか入れません。この時の主役の音声を聞くように気をつけなさい。ここから来たのか？道に迷ったのか？主役は問題があることに気づいている。でもここにはこの道しかありません。通路に沿って進む。すぐに倒れたノックを発見しました。これがノックの最後の記録だと思います。この防水性能の良いログを見てください。業者の良心は痛くないですか？ログの出所を知ると、ログの内容をよく知ることができます。最初の記事はノックが日誌を持ってきて書いたものです。ビラコインを除いて、彼はまた一つの品物を持ってきた。この日誌です。そして夢の中で書くことができます。そこで彼は記録を始めました。ここで起きていることが現実なのか夢なのかを証明する。2編目は事故の疑いです。我々が生活している世界は科学を起点として構築されたものだ。この魂の悟りの経験はノックに衝撃を与えた。科学では説明できない。彼は超自然現象にしか分類できません。しかし同時に答えを出そうとしています。それは未探索の宇宙の未知の力だ。3編目には召喚式、祭祀、法人が書かれています。これはクスルを呼ぶために必要なものだ。ここでは暗号がログに記録されているものに対応している。ものを準備して地面に何を描きますか？ノックは絵画に法人を呼んでいることに気づきました。しかしあまり役に立たなかった。夢が覚めたら何も忘れてしまった。最後に残った記録は彼の最後のアルバイトだった。意識がぼんやりし始めた。誰もその後人を踏まないでほしい。そしてこの世を去った。魂はここで死んだ。身体はまだインナスに横たわっています。死ぬまで殴る労働者だ。隣のタコの手配が面白いです。日誌を回収するために来たのです。このストーリーは終わりました。日誌を持って消えました。これが川の手配だと疑わないのは難しい。日誌を見た後、グノノが私たちの前にいることを発見しました。この時の地図を注意してください。やっとサンサロがオープンしました。しかし同時に後ろの交差点は閉鎖されました。この時の地図はこのようになりました。グノノの声に気をつけて。グノノ。さっきどうして人に会わなかったのか、私を振り払おうとしたのではないでしょうか。いいえ、いなくなったのはあなたですよ。そうだ、彼女は私たちがいなくなったことに気づいた。わざわざ戻ってきてくれたんです。だから今回のストーリーは、セリフは一言も間違いない。そして全て隠れた情報が含まれています。ストーリーがわからないとき、あなたはわけがわからないと感じます。どうしたのか今わかった。あなたはストーリーの巧みさを感じることができます。グノノに沿って再び前の道に戻ります。発光物体の交差点が開いています。しかし、隣のノックの死の通路は閉鎖されていました。クレーターには急いでいません。密室に来たんです。上の刻印が消えていることに気づきます。私たちが見た刻印とは一体何なのでしょう。ここのモデルの呼び出しが間違っているのではないかと疑っています。文字を刻まないモデルは1箇所しか使えません。ノックが字を掘る前のシーンです。この後の事件であれば、石の刻印は必ずあります。できるだけ早く修復してほしいですね。次はクレーターに行ってグノーノを探して。グノノは私たちの体力が弱いとツッコミを入れた。すごい息抜き？大人なのに体力がグノーノに及ばないわけないじゃないか。私たちは精神的な影響を受けすぎているからです。幻覚と現実が交錯しています。主役が実行者だったおかげで、普通の人ならとっくに狂っている。グノノは真ん中にボールを掘りに行った。私たちは周りを観察し始めました。ここのストーリーはとても素晴らしいです。3つの場所をチェックしましょう。多くの人が終わっても顔をこわばらせているでしょう。検査？何を検査しましたか？3つの場所を走って終わりじゃないですか？この3つのところは全てのストーリーの成果である。まず最初の場所に行きましょう。見たか？中身は全てヤワツメ魚です。残念ながらこの穴は入れません。中の空間しか見えません。あまり大きくありません。なぜこんなに多くのヤワツメ魚がいるのですか？次は2つ目の場所を見てください。ここの周りには柔らかい爪がたくさん囲まれています。近づくと幻覚が現れる。小さな川と大きなヤワツメ魚です。残念ながら 0.8 秒しかありません。もっと多くの情報を見るために、まず任務を放棄する必要があります。そしてまた取り直します。これで繰り返し見ることができます。キシラが柱の先端に立っているのが見えます。前方には柔らかい爪が漂っています。何か儀式を行うように。でもこのストーリーではグノーノは見つかりませんでした。彼女は本当に戦略的に撤退したのでしょうか？それともクルーとの対戦後に重傷を負って倒れたのか？どんな結果でも、川ちゃんはここで最後まで残っていたんです。ではこのタコは一体何なのでしょう？今川がタコになったとすれば、ここは普通のアルバイト魚がいます。じゃあ行くのは、あの時川はまだタコではなかった。ここにはどうしてこんなにたくさんのタコがいるのですか？制作班ははっきり言うつもりはなかったようです。すべての重要なシナリオに登場しています。これらのタコは一体何ですか？クスルの世界では、タコは絶対に欠かせません。合理的な推測は、このタコは化身になったクスルです。隕石の落下で遅れを取る。周辺の海洋生物は凶暴になっています。しかしこれらのタコはありません。グノノの思い出の中で、タコの存在があります。クレーターから出てきたようなものです。これまでの探索によると、穴の中もタコだらけです。これも過去に起きた映像です。今ここにいるのは残渣だけです。本物の死体は宝物を持って去っていった。川ちゃんと融合したのだけ残っています。
これは別のゲームを考えました。黒い砂漠。黒砂の世界では、黒い精霊がいます。他の黒精霊は人間と合体した後、宿主の堕落を誘導しています。主役だけが合体した黒が力を与えた。皮も被ったことがあるけど、でも一回打つとずっとおとなしくなった。革ちゃんもクスルとの融合を通じて、力を得た。グノノとの擬態会話でわかるように、彼女は隊長の役目は隊員と戦闘を指揮することだと思っている。革ちゃんとガーはクスルに遭遇した後、グノノは勇敢に突進しました。不細工な戦いの革を守っている。しかし多勢に適せず、彼女は殴られて重傷を負って意識不明になった。革ちゃんは偶然にもクスルーモンスターの一匹と融合して力を得ることができます。融合した彼女は他のクスルを撃退した。重傷を負ったジェノノと共に去った。すぐに3つ目の手がかりの場所に来ました。幻覚の出現に伴い、過去の姿も見せてくれました。ここはグノノの思い出と同じ状態です。ノックに板で封をされた。最初にお見せしたグノーノが来たばかりの状態を覚えていますか？ここは完全に開いています。当時革ちゃんはグノノを連れてここから逃げたんです。今石で塞がれているのは、革ちゃんがグノノの思い出のコースを案内してくれたからです。3つの場所を探索しました。グノノも宝を掘った。彼女が持っていたのはピーピーがグノーノ探検隊に入った時、2人で作った記念テニス。これは2年前にここに来たことを証明しています。この時のグノーノの表情の変化に注意してください。これはストーリー表現の方がいいです。グノノは悲しそうな顔をしていた。悲しいのは心が痛い。この時彼女は全てのことを思い出していた。そして心の中で暴動が始まりました。これは川の攻撃からわかります。川の状態もグノーノの状態に反応しています。今のグノノは心が複雑だ。友人への罪悪感と自分の無能への怒り。自分のわがままで災害した川が今の姿になった。私たちはこのまま殴られた。幸い彼女は私たちがいたことを覚えています。触手の攻撃を無造作に静止した。触手を戻しました。ここに展示されているのは小川の合体形態です。触手は虚無から現れた。次の言葉は多くの人に誤解を与えた。あなたが再びあなたの冒険に出て何かの真実を求めるために奔走すると、忘れないで可能な犠牲のために覚悟しておいてください。川ちゃんが憑依していったと思っている人が多いです。でもこれは本当にグノノが言ったことです。可能な犠牲に備えておく。何かを失った人だけがそう言う。昇格は小川を失った。川ちゃんが失ったのは自分の人間のアイデンティティだ。川ちゃんが言ったのなら、自分を自慢しているような気がしませんか？そして本当に川が憑依していたら、できればグノの面倒を見てもらうことだと思います。彼女を私たちに託して、アリス隊長のように、002が消えた。2000よろしくお願いします。犠牲の言葉を言うのは永遠に生きている側だ。グノノはこの状態が一時的なものだと知っている。新月が過ぎると全てを忘れてしまう。彼女は主役とは違う。ストーリーの中で幻覚を起こしたのは4人。ルマン・コーノクグノの主役。でも主役だけは特別だ。主役だけは宝物を見たことがないから。ルワンダもノックも宝物を持っていました。グノノは探検の最後に宝物を発見しました。主役だけが小川の影響で幻覚を見た。だから彼らはここの記憶を失っていることに気づきます。でも主役はできない。話の最後にグノーノは触手で私たちを昏睡させました。目が覚めたらもう外に出ていた。洞窟も閉鎖されています。この石は大きな確率でクレーターの方ですか？今嵐の傘で入ると見つかります。クレーターを塞いだ石がなくなったのか。記憶を取り戻したグノノは、ここから私たちを連れてきました。出てきてから、グノノは再び記憶を失った。昏睡状態の私たちを見ました。そこで不正酸素装置のシーンがありました。この時の主役の話を聞くように気をつけなさい。さっき中にいたって。グノノ大丈夫か？宝を見つけたのに、そうでしょう。あなたはとても悲しい。グノノはあなたのことを忘れていたけど、でも主役はよく覚えています。主人公は道行く人とは違うことがわかります。グノノは突然探検隊の3人目の隊員になると発表しました。これはグノノの性格にも大きく関係しています。記憶を失うということは人にかかっているのは心の体感だ。でもグノノにとっては、わからないことは考えないでください。でも幸いにもそうだった。そうでなければ小さな都市だ。友達を殺すという心理的負担を背負って、彼女にとってもいいことではない。インナスに戻ります。グノノが先に帰ってきたことに気づきました。この時私たちは過去に起こったことを知った。川ちゃんは彼女と一緒にプレイする親友だ。隕石の落下で遅れを取る。彼らは消えた。隕石を探しに行ったと推測されています。そして一泊二日で消えました。インナスも彼らを探しています。隕石を顧みる暇がない。結局グノノだけが帰ってきた。親友を失ったのに大丈夫な人のように。これが一般大衆のグノーノに対する印象かもしれませんね。今回のストーリーは幻冬の現在のピークに違いない。文章でもセリフでもシーンでも、とても心を込めています。通路の開閉を巧みに利用する。名影の多いストーリーになっている。それだけではありません。幻冬は今回はシーンデザインに手間がかかりました。なぜあなたは歩いた道を無意識に無視するのですか？交差点のデザインはちょうどいいからです。視点を回すだけで、元の道は遮られました。毎回地図はもともとそうだと思わせます。幻覚のデザインも加えて、どんな状態なのかわからなくなります。もっと迷ってしまいました。実は小さな手足を動かしただけです。ストーリーはもっと話がありません。メイドと同じストーリーのスタイル。あまり内容がなさそうだ。深
深く掘り下げるのは全て情報です。どのセリフにも秘密が隠されているかもしれない。さらに貴重なのは、今回は全ての資料が連絡できました。ストーリーの内容だけではない。擬態ファイルや擬態会話もあります。擬態設計の考え方。全ての内容が擬態ストーリーにうまく融合しています。答えは全てストーリーで見つけることができます。他の人物のキャラクター物語を見る。どこか穴を掘って埋めないような気がする。グノノは本当の答えがあります。今回のストーリーは、私はたくさん推理したようです。実際にはストーリー表現のものを説明しているだけです。あちこちに散乱した情報を統合した。ノックの西のように。内容はよくわかりました。必要なのは手がかりを総合して分析するだけだ。今回のストーリーも幻冬が歩きたい道を見ました。幻冬のストーリーにはずっと2本の線があります。一つは日常を中心とした陽気なパイプラインです。ファンディエル・レイベのようなストーリーは、一つはサスペンス系のハードコアで推理されています。典型的な代表はメイドとグノーノです。メインラインはこの2つのスタイルを組み合わせたものです。でもずっとうまく融合できませんでした。メインラインに娯楽性が不足してしまいます。ストーリーはまた人を謎々することができる。これらの問題が9域で改善されることを願うだろう。グノノのストーリーから見ると、制作チームには大物がいる。考えのある人もたくさんいます。今回のストーリーに不足しているのは、クスルの要素モデリングは少し少ないです。ノーサンゴは最初はクスルの死体だと思っていました。でもこの穴には多くの場所があることに気づきました。解読できない。もし今回のグラム系のモデリングがもっとあれば、タコは何詰め王のイメージではありません。もっと衝撃的になります。はい、今期はこれで終わります。ご数に注目する。違う幻の塔を体験して